プラムを友達がたくさん持ってきてくれましたので、らっきょう酢漬けにします。これをきれいに、取って瓶の中に、入れていきます。漬け込んで、おきます。大福の色をつけてみたいと思います。今日はプラムを友達がたくさん持ってきてくれましたので、これをらっきょう酢漬けにします。まずこれを枝とかついてますので、これをきれいに、取って、水洗いをして、水気を取ります。きれいに洗いましたら、これをキッチンペーパーなどできれいに拭き取りながら、きれいに洗って乾燥して消毒してる瓶の中に入れていきます。一つ一つきれいに水気を拭き取って、瓶の中に入れましたら、もうこれにおたふくのらっきょう酢を使いますが、何にでも合います。これを上から入れていきます。プラムは1キロほどあります。ちょうど1リッター入りのらっきょう酢が入りました。で、これで、漬け込んで、おきます。漬け込んで2週間できれいな色が出てきました。今日はこれを使って、大福の色をつけてみたいと思います。大福の材料です。白玉粉 50g、それとプラムの酢ですけど、この中にはもう砂糖も塩も入って味がついてますので、プラムの色のついたもの 75cc あります。それとあんが3個、市販のものでもいいです。ピンポン玉程度のものを3個用意しました。それと酢漬けにしてたプラム2個そのまま使います。まず白玉粉の中にプラムのつけた酢を入れて、少しずつ入れながらかき混ぜていきます。よくかき混ぜましたら、これにラップを貼ります。ラップをしっかり貼ったら、数箇所に穴を開けます。これで、500ワットで1分30秒ほどまず電子レンジにかけます。1分30秒かけましたら、ラップを取ってよくかき混ぜます。かき混ぜましたら、もう一度ラップをします。で、出来具合によって、少し電子レンジの時間を調節します。今日は最初に1分30秒かけて、だいぶ出来上がってますので、これを30秒ほどかけてみようと思います。30秒で、出来上がらなくって、もう一度30秒継ぎ足しました。追加しました。で、これをまたよく混ぜます。よく混ざりましたら、これを片栗粉の中に、落としていきます。
片栗粉の上に置きます。片栗粉の方に置きましたら、これを片栗粉でまぶしながら表面がくっつかないように片栗粉をまぶし広げていきます。で、広げましたらこれを5等分にします。これで切ってもいいですし、手で切ってもいいですので、やけどをしないように、少しずつ切り分けていきます。切り分けましたら、今度はこれを広げていきます。薄くやけどをしないように広げた中に、まずプラムを入れます。プラムの先端を下にして、皮を包んでいきます。皮で包んでいきます。閉じましたら反対に向けて手のひらで回します。同じように作っていきます。50g の白玉粉で5つほどできました。